で反対側もこの部分をこうですね。はい、粉です。で今回こちらですね、ファーラーのキット、この石橋ですよね。こちらの方をちょっと組み立てていこうと思います。460、37、74、結構な長さですよね。とりあえず開封して、こちら説明書ですね。だけですね。もう文字が一切なく、すべて写真だけというね。まずこちら、そしてとしたところは必ず針を処理しておきます。このね箸は本当にエルマートレインさんの店頭で実際にレイアウトをね組んでいってる様子とかを見て、まあ本当に一目惚れに近い感じで購入しましたね。これは白キャップ、通常のセメントで確実に留めていった方が良さそう。何かしらちょっと箸は欲しいなと思ってたんですよね。でそこでこれをね見かけて、ここですよね。ここで止めた方がいいので、この部分に持っておきましょう。私の的にもエルマートレインさん、あそこはちょっと危険なお店ですよね。本当に魅力的なものが多すぎて衝動買いしたくなるものが非常に多いお店ですよね。外国のストラクチャーとか車両とか中心に扱ってるっていうのもあって、なかなか見かけないストラクチャーですよね。建物をいろいろ見ることができるんですけども、それがすごく本当に魅力的なんですよね。これでまず橋脚一つ完成ですね。でこれをもう一組、こちら作っていくっていうことなんですけども、同じところをちょっとね動画続けて撮っていっても仕方がないので、ここは飛ばして、では次まず一つは、2の1ですね。ランナーがほぼほぼもう離れてた状態なんですけども、ちょっと大きな針が残っているので、これはしっかりとヤスにかけておきましょう。これで今 A、B、C が終わりましたので、次 D ですね。入手が結構大変だったりするので、気軽に買えないんですよね。売ってるお店が非常に少なかったりとか、場合によってはもう海外からね、ドイツからのそれも船便になったりするので、ドイツの
店舗から購入したりすると1ヶ月とか平気で待たされるんでね、しっかりと合わさってるのがほんとすごいですよね。であとはできればここは止めておきたいかな。止まるかな。で、次がこれですね。3の、3、4、5、6、7、8かな。そして次、ようやく片方終わりが見えてきました。さて、片側、これラストですね。でこれをあと半分こちらもということですね。ではあとちょっと、最初のこの分から含めて、もう一度同じ工程の作業になるので、こちらの方またちょっと続きをやって、で残りの工程へと進んでいこうと思います。はい、ということで、こちらですね、星の一番中心の部分、こちらの方を組みましたので、続きやっていきましょう。次これですね、F の工程どうするかな。流し込みでミドルキャップでいきましょう。接着ね、こういう時結構迷うんですよね、どっち使おうかなって。で次 H の工程が綺麗にこうはまるっていうのが気持ちいいですね。そして流し込み流し込み、これなんですけども、ここを見るとこの部分ですね、これこうないのとある、ガイドのあるなしがあるので、ガイドのある方が外にっていうことですかね。そして流し込みかな。こっちは後からつけるのか。じゃあとりあえずちょっと、もう一つこれも先組んでおきましょう。ではちょっとこちら続きの方やっていきましょう。次これなんですよね。1の1ということで、まずこれですね。ついに鉄道の端の部分が見えてきましたね。ここですね。そしてこれがこう乗るってことですね。長いからカメラにきちんと映せてない。反対側のこの部分をこうですね。そしてこういうことね。ということで、まず端の方はこんな感じで出来上がったんですけども、これ実はね、レールがトミックスのレールもカトンのレールも
厳しいんですよね。ということでフレーキ使います。はい、ということで、レールの方はこちら加藤さんのフレキシブルレールですね。こちらの方を使っていこうと思います。でこれちょうどね、ここ枕木が下を通るような形で固定できるようにこう設計されてるんですよね。すごいですよね、本当に。ひとまずこんな感じで橋の方を作っていきました。これまたレイアウトの方に設置するんですけども、ちょっとそれがまだ少し先になると思うので、一旦これは組み立てただけで、一旦今回動画の方は終わりにしたいと思います。あと多分次レイアウト実際に導入するときは多分ここスミレとかもした状態で、導入するとは思いますので、またその時は改めて動画にしますので、またご視聴いただけるとありがたいです。では今回の動画はここまでとなります。鉄道模型に関する動画投稿していってますので、鉄道模型興味のある方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。